じゃあ、こんにちは。上馬店ダンカンです。上岩店ウエンツです。今日は、何ですか？この2人が出てくるってことは、前のチューブレスのメリットデメリット動画のコメント欄でそうですね。コメントいただいた、ディスクブレーキはい。のメリットデメリット、リムブレーキとの比較をよろしくお願いしますということなので、コメントありがとうございます。ありがとうございます。なので今日はその内容をちょっとお話ししようかな。やっていこうかなとはい。思います。ブレーキですね。ディスクブレーキ、リムブレーキと言われるこの2つ、まずはその違い。もともとリムブレーキだけでしたよね。最初は。そうね。ディスクブレーキは割と後発というか。はい。スポーツバイクでいうと、リムブレーキだといわゆる今でも多いのだとロードバイクとかまだリムブレーキ、キャリパーブレーキが多いですかね。そうですね。で、一応そのブレーキなので制動装置の話ですけど、リムブレーキっていうのが、リムホイールの外周ですね。ここを、こうゴムのブレーキシューパッドでグッと挟み込んで減速するっていうシステム、そしてディスクブレーキの車体は、このハブの中心部分についたディスクローターってやつをそのすぐ横にピョコッと出てる、ディスクキャリパーの中のパッドでグッと押さえ込むっていう、外側で止めるのかハブの中心側で止めるのかみたいな違いそうですね。がありますね。で、今ウエンツが言ってくれたように、主流はずっとリムブレーキです。はい、ここ数年だよね。結構体感そうですね。ぐっと増えたのはここ数年で、もともとディスクブレーキが最初に使われ出したのっていつぐらいなんですか？本当もともとたどると70年代とかにシマノがジュニアスポーツって言ってたかな。でもともとマウンテンバイクからですよね。いわゆる競技的な自転車スポーツバイクとかで使われ出したのは、マウンテンバイクが90年代ぐらいで、最近はロードバイクでもそう多いですよね。UCI が18年認可したのが18年でしたっけ、確か、に、正式に解禁のようです。去年かな、去年2020年のツール・ド・フランスとか確か21チーム中19チーム20チーム、ほとんどのチームがディスクブレーキの車体だったんですよね、っていうのを見ました。それまでは2019年まではその20何チーム21チーム中1チームだけとかだったんですけど、本当にここ数年で去年ぐらいから、プロのロードレースで言えともうほとんどディスクブレーキになってたりするんで、ぐっと需要というかその見る機会が増えた、触る機会が増えたのは本当ここ数年かもしれない。やっぱりなんだろうな、スポーツバイク業界全体で見るとやっぱその選手というか、プロのレースで認可されるとかなったのが大きなきっかけのような気もしますよね。そうね。で、下のグレードまでそれがこうだんだん降りてきて、安い値段で手に入りやすくなったのか。でもまだやっぱりディスクブレーキのパーツ類、リムブレーキのパーツ類、ざっくり全体で見るとリムブレーキの方がまだ安価でパーツが多い印象はありますよね。まず、コメントにあったようにディスクブレーキのメリットデメリット、僕もウエンツも2人ともディスクブレーキの車体乗ってると思いますが、乗ってていいなっていうメリットね。どこ？じゃあ俺からいきます。まずは制動力。そうです。少ない力でグッとこう効く、力強く効いてくれる制動力の高さはやっぱりこうリムブレーキと比べると全然違うなっていう。そうですね。やっぱ天候とか路面状況とかに左右されにくいですよね。そうね。雨が降ってたりとか、さっきも話してたけど、そのマウンテンバイクからこうだんだん広がってって、で俺がやるシクロクロスなんかもう今ほぼプロだと 100% そうですね。ディスクブレーキ。これも本当ここ5年ちょっとぐらいの話かな。だからそのマウンテンバイクシクロクロスに限ってはオフロード走るから、ドロッドロの中走ったりとかしても制動力変わらず変わりづらいいうメリットはありますね。あとは何ですか？あとはあれじゃん、このホイールサイズ。そっか。そうですね。最近、ここに並んでるクラストとか、サーリーオールシティとかもそうだけど、ホイールのコンパーチブルサイズを 700C と 650B 両方いけますよみたいなやつは、リムブレーキだと結局ここの
外周部分の大きさっていうのがもうフレームによって決まっちゃってるので、サイズ変えるのもうそのキャリパーで動かせるやつ、ポールのたまにありますけど、基本的にはもうそのフレームに対応した車輪サイズに合った位置にブレーキがついてるもともとついちゃってるから、まあ、なかなかインチをこう変えるのが難しかったけど、ディスクブレーキならこの中心にハブの部分に確かに制動装置があるので、外枠はあまり影響を受けづらい、フレームにさえタイヤサイズ入っちゃえばそうです交換することもそれ可能。実は一番感じやすいメリットかもしれないですね、確かに。それこそ僕たちが前の動画で650と700どっちがいいって言って僕のローにじゃあ700入れてみよう、じゃあ650に戻そうって言ってんの、あれ実はすごいことなんです。そうね、ディスクブレーキだからのそうですね、点もというかうそこにあの時は気づいてなかったですけど、じゃあ違うホイールサイズを入れてみようで、特に何かをいじったり交換したりせずにストンと車輪だけサイズ変えられるっていうのはかなりメリットかもしれない、細かいこと言うとそこのローターのサイズとか、シャフトの規格とかはあるけど、まあ、そこさえ合ってれば、ホイールもう1セット買った方がいい。そうですね、ハブがないなあとはまあデメリット、お隣が普段使ってて、これもう本当にディスクブレーキなので、こう金属のローターと中のパッドもレジンパッドとかメタルパッドとか、混合物的な、そうどうしてもやっぱこの金属が擦れるような音っていうのがなりやすい、です本当削れ方とか、ね、摩耗具合によっても、素材によっても違うけど、ブレーキかけた時にちょっとキュルキュルキュルって言ったりとか、あとまあ雨の日とかもすごいそうですね、ワーンっていう甲高い音で、あとはオイルが染みちゃうともうそれこそお隣やまない、このディスクブレーキ止まるときに使うローター、極端に言うとやっぱ手で直接触るのもあんま良くなかったりとか、リムブレーキより多少気を使わなきゃいけないところが多いかもしれないですね、あとは輪行、よくお客さんにディスクブレーキの輪行大丈夫なんですか言われるけど、まあ、ディスクもその油圧と機械式ワイヤーで引っ張る2種類あるけど、油圧ブレーキだと特にホイール外した時にブレーキ握っちゃうと、その中からピストンっていうブレーキを抑えるためのパーツがグッと抑えるやつが出てきちゃって戻らなくなっちゃうとか、ダミーローターみたいなやつを入れなきゃいけなかったりとか、入れなきゃ、まあ、ワイヤー式機械式に限ってはそんなことないので、全然気にせず大丈夫なんですけど、あと輪行時で言えばディスクローターぶつけないようになんですかね。ディスクローターをぶつけて曲がっちゃうとブレーキがもうかかりっぱなしになっちゃったりとか、車輪が回らなくなっちゃったりとかありますね。そんなところ、じゃあ逆にリムブレーキのメリット、デメリットありますか？まあさっきウエンツが言ってくれたように、まあ、値段がまだ全然リムブレーキとディスク比較するとやっぱリムブレーキの方が安いかな。僕らが扱うサーリーとかだと、まあ、今ここに並んでるこのクロスチェック、サーリーの中での、まあ、リムブレーキの代表格で、あとこいつの、まあ、兄弟車種的なストラグラーがディスクブレーキのバイクになるけど、クロスチェックちなみに今7万9000円ですよね。そうね、税抜き7万9000円、税抜き7万9000円でストラグラー8万9000円、ちょうど1万円、1万円の差。ここでヘッドパーツをキングにするかフェアウェザーにするかちょっと変わってくるかもしれない、であとはまあそうキャリパーもだよね。そうですね、まあクロスチェックでいうと感知ブレーキか V ブレーキっていう種類のキャリパー、リムブレーキのキャリパーブレーキですが、 V ブレーキ安いのだと3000円弱くらい、そうだね、シマノで2000円、片側2000円とかそれ考えるとやっぱディスクブレーキだといくらぐらいですか？いくらぐらいだろう。まずハブから違うからな。そうだね、やっぱそうですねこのちゃんとした値段の計算はできないけど、もうハブディスクローターでディスクのキャリパーっていうのがかかってくるから買うものも若干増えました、体感クロスチェック25万だとしたらストラグラー30万、そうですね、とかなんかそのぐらいの差は出て一くるかな。個一個のパーツの金額差はその大したことなくても、それがこれも違う、これもパーツも違うってなってくると合計でそのぐらいの金額差生まれちゃうかもしれないですね。ますかね。油圧ブレーキとかになるとまたね、そうですね、油圧ブレーキだと、作業工賃もちょっと違ったりとか、そうですね、ただリムブレーキのいいところで言うと
パッドいわゆるその押さえる部分の消耗がパッと見ですぐ分かったりとか、あ、そうね、もう交換完全に時期がもう見ただけでこれはもう交換した方がいいですよっていう消耗がすぐ分かったりとか、そうね、比較的、スポーツバイクって言われる車体を扱ってるお店さんだったら、出先の急なトラブルでもすぐ解決できたりとか、例えばワイヤーが切れちゃった、もう極端な話ですけど、で近くの自転車屋さんでワイヤー交換してでまたすぐ乗り出すっていうことができる可能性が高い。で仮に油圧のディスクブレーキの場合、僕たちのお店だと油圧の例えば極端な例で言うとホースが切れちゃってオイルが漏れちゃった、ってなった場合はもうほとんど 100% お預かりの作業にそうね、なっちゃうので、出先でトラブルにあった時対処しやすいのはやっぱりリムブレーキの利点かもしれないですね。リムブレーキのデメリットはじゃあ逆になんですか？雨の日の制動力の話もそうなんだけど、リムブレーキむちゃくちゃ汚くなるよね。汚れますね。汚れが出やすい、汚れが出やすい。雨の日このブレーキシュー削れるとこの辺に墨汁で墨汁を垂らしたかのようにタラーっと黒い筋が出たりとか、ちょっとその辺が、やっぱそれはディスクブレーキのメリットにも付随してきますけど、やっぱちょっと天候とか路面状況によって効きに差が出ちゃうというか、それこそシクロクロスのレースで泥詰まりしてブレーキ、いやすごいよ。本当ですか？俺出たことないから。ドロドロの中を突っ込んでブレーキしようと思うじゃん。次ガッてかけたらなんかもうすごいジャリ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 みたいな音が永遠繰り返されるから、マジワンレースでシューがなくなったりとか、雨の日とかは本当にある。あとは車輪の輪っかの部分、いわゆるリムって言われるパーツを押さえて止まるので、極端に言うとリムを消耗し続けてるっていう状態になるわけなので、このブレーキシューが、主に削れるんだけど、それと一緒に合わせてリム側も少しずつ削れていっちゃうので、本当に長い目で見ると車輪も消耗品的な扱いにはなっちゃうかもしれないですね。その点ダメージを受けなければディスクブレーキのリムは長い間そうですね。例えば削れてっちゃうとかはない。ディスクブレーキで消耗していくのは基本的にディスクブレーキのパッドとローターって言われるホイールとはまた別のパーツになるので、ディスクブレーキが消耗してきたってなったらパッドとローターを変える、車輪は使えるケースが多いですね。それだけ長い距離たくさん乗ってたら、それ以外の部分の消耗をしている可能性はあるので、ちょっと一概には言えないですけど、もしかしたらリムの寿命は、リムブレーキに比べると長く同じものが使えるかもしれない。乗っててストレスというか気になるのが少ないのは、メンテナンス性も含めてディスクブレーキの方がいいですかね。そんなことはない。例えば俺らは自分でこの自転車をねいじれるメカニックなんで、ディスクブレーキなんかトラブル起きた時、なんかシャリシャリ落としてんな、ローター曲がったのかな、戻そうかなとか、なんかホイールずれて入っちゃったのかなとかが分かるけど、そこまでじゃない、いわゆる一般のユーザーの人たちがこれ音鳴ってるなんだろうとかすごい不安になりやすい気はする。確かにな。さっき言ったそのブレーキかけた時の音鳴り、もうどうしても出ちゃうようなキュルキュルっていう金属が擦れるような音とかでも、やっぱ俺らだとさ音鳴っちゃうじゃんっていうのは分かるじゃん。ディスクブレーキイコール音鳴っちゃう可能性が高い。だけどお客さんは分かんないから、これすごい音鳴ってるんですけどで持ってくるケースも確かに、さっきの、問題というかトラブルがパッと見で分かりにくいっていうのはちょっとあるかもしれないですね。そのパッドの消耗だったり音鳴りだったり、そこまで重大な問題じゃなくても、なんでこんな音が鳴るんだろうとか、なんでちょっと効きが変わったんだろうっていうのが、例えばリムブレーキに比べてパッて見ただけでちょっと分かりにくかったりはあるかもしれないですね。ディスクブレーキが今増えてる中で、多分でもリムブレーキってなくならないじゃないですか。そうね、まだやっぱりそれこそリベンデルとかはディスクブレーキの車体は多分今後も作らないじゃない。もうあれはスタイルでリムブレーキでっていうのだからこそ唯一無二のそうですね。だからこそかっこよかったり、どうだろうな、俺はリベンデルがディスクブレーキのフレームを出しましたって言ってもあんま嬉しくないかもしれない。そうね、例えば制動力、例えば油圧ブレーキの場合すごい少ない力でレバーを握って止まることができたりとかっていうメリット、技術的メリット以外のやっぱりリムブレーキの魅力っていうのがやっぱあると思うので、車体の雰囲気だったり、見た目、そうシクロクロス
乗るのはディスクブレーキだけどやっぱ感知のバイクも手放せないの、だからくれないですよね俺にハンターを、あれはね物としてかっこいいっていう、もう本当制動力で言ったら感知とディスクなんて雲泥の差があるじゃん、たまに感知乗るときっかねーって思うけどやっぱ見た目がかっこいいし、だからあえてそれを選ぶみたいなのあるけどね。ディスクブレーキがじゃあ向いてる人、乗り方をする人、リムブレーキが向いてる乗り方をする人ってあると思います、最近で言うとやっぱそのグラベルバイクだったり、スクラストみたいなそのダートを走るようなバイクはやっぱディスクブレーキ。そうですね。さっき言ったようにそのホイール径変えられたりとか、シチュエーションによってね変えられたり、あと言っちゃえばタイヤの太さも無限。そうです、フレームに収まるサイズであれば、キャリパーっていうこのブレーキを抑えるここの部分にタイヤの太さ依存しないので、そういう利点とか泥詰まりとかがやっぱりあるので、オフロード系のバイクとかそういう遊び方したいなっていう人はやっぱディスクブレーキ。僕たちが例えばそれこそ自転車乗りに行こう、土の上乗りに行こうっていうバイクでポッて持ってくるやつはもうほぼ 100% ディスクブレーキですね。そうね、あと制動力高いからその山道の下りとか、やっぱキャリパーだとずっと握りっぱなしって強くグーッと握んなきゃいけないから手疲れちゃうとかがあるけど、ディスクブレーキはその点握る力もちょっと少なくて済む。逆にじゃあ2人でロードバイク乗りに行こうってなったら、持ってくるロードバイクってまだ2人ともキャリパーブレーキですか？そうね、ロードはまだ俺はキャリパー、やっぱなんだろうな、これももうさっき言った見た目の話になっちゃうんですけど、キャリパーブレーキキャリパーがついてるロードバイクって、すごい自転車っぽいなというか、確かにオーソドックスなというか、あと単純に重量も軽くできるし、フレーム重量、パーツ重量、ホイールの重量とか、相対的にパーツがちょっと軽くできたりとか、あとはそれこそ2人でどっか行くってなって、じゃあ輪行で行こうってなって、やっぱリムブレーキ車体だと輪行がしやすかったり。そうね、ロードバイクはまだキャリパーブレーキですね。そうですね。俺ね、ここからロードバイクを組むってなったらでもディスクにすると思う。難しい。どうだろう、俺どうだろうな。でまたね、やっぱ走った時のそのフィーリングだったりとか、下りのブレーキの効きとかっていうのメリットはやっぱりディスクに軍配上がるかな、今だと。じゃあ今からロードバイク組むってなったら、ディスク分かんない。でもじゃあダンカさん逆にリムブレーキ、いや今からじゃあどんな車種組むとしても、リムブレーキで組む車種ってどういうシチュエーションのバイクですか？リムブレーキ意外と俺思うのはやっぱシングルのバイク、いわゆるトラックバイクとか、やっぱまだリムブレーキが多いなって思うんですよ。そうね。いや俺組まないかも。まさかの。もういやこの前のチューブレスの時もやっぱチューブレス使う、デメリットは上げれば数ほどあるけど、結局それを上回るメリットが、俺結構まだロードバイクはキャリパーとか、リムブレーキが見た目が好きなんですよね。キャリパーのロードを持ってるからね。俺は多分街乗りとかはまだリムブレーキの方がいい気はしますね、自分が使うんだったら。それこそ今自分が乗ってるリベンデルとか、キャリパーっていうかリムブレーキですし、なんかそのシルエットが好きだったり、ちょっとローテクなのが好きだったり、ディスクブレーキに関しては結構明確にディスクブレーキが必要な人って一定数いると思うんですよ、それこそダンカンさんみたいに競技やる人、レース出たり結構しっかりと、オフロードだったりとか長い距離ツーリングしたりとかで、いやそういう乗り方じゃなくて、ちょっとやっぱ街乗り的だったり、普段使える自転車として、サーリを選んでくれる方とかはディスクブレーキじゃなきゃいけない理由があんまりないというか、気はするので、だったら僕は少しでも安価に補修のパーツが手に入ったりとか、単純に組み上げる時の予算がちょっと低くなったりとか、あとはちょっと調子が悪いですぐ治るっていうのがやっぱりリムブレーキの良さ、メリットだと思うので、そういう人はリムブレーキの方がおすすめなのかなっていう気はしますかね。見た目の好き好きもあるし、そこが一番大きいかも。これがね、伝えにくいんですけどね。ちょっとねスタイルだね。やっぱロードバイク、キャリパー、
ブレーキでリムブレーキの方がスタイルはかっこよかったりとか、まあ、主観だよ主観ですこれは完全にこれは2人の主観ですが主観ですけど、はい、いや俺もね今シーズンシクロクロス完治で出てやろうかとか一生思ったりました、はい、楽しみにしてますね。ちょっとその辺はレース出てレース出てここ期待何で走ったのか何で走ったのかよく見ときますよ。 OK 最後までご覧いただきありがとうございはい、ありました。がとうございました。で、そうですね、またなんか僕らにこう喋ってほしいお題とだっかたりとか、いや、まあ、ちょっと2人忘れてるけどリムブレーキこんなめちゃくちゃいいとこあるぜっていうのがあったらご意見あったらぜひぜひコメント教えてください。ください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。